これを意識して歩くだけで必ず太ももは一回り細くなります。はい、皆さんこんにちは。今日は太ももが一回り細くなり、ヒップも上がる。そんなストレッチと歩き方をご紹介していきます。というのも、コメントの方でですね、正しい歩き方やフォームっていうのを教えてほしい。そんなコメントをね、視聴者の方からたくさんいただきましたので、今日はその企画になります。皆様はこれまで正しい歩き方って習ったことはありますが、なかなか歩き方って習うことないですよね。今日は太くなってしまう原因と細くなってしまう原因、どういった歩き方が原因で足のラインが変わってしまうのか、それをね、根本から説明していきます。これをマスターできれば必ず足回りは細くなりますから、一緒に頑張りましょう。では皆さんに一つクイズです。皆さん歩くときに足を前に踏み出すようにして歩いていますか？それとも後ろに足を伸ばすイメージで歩かれていますか？このどっちのイメージで歩いているかで足のラインっていうのはかなり大きく変わっていきます。自分の中で思い出してみてください。もしくはその場でちょっと歩きながらどっちのイメージで歩いているか感じてみてください。3、2、1。答えは出ましたか？その自分の中で思ったイメージを頭に残しておいてください。そのまま今正しい歩き方を解説していきますね。本来人の正しい歩き方っていうのはおへその下、丹田とよく言われます。体の重心点がつま先の位置を超えた時に転倒、こけていきます。で、このこけた時にそのまま倒れてしまってはいけませんから、その反射で足が出る。そしてバランスを取る。またこけそうになるけども反射的に足が出る。この繰り返しで人は歩いています。よく転倒の繰り返しが歩行だって言われますが、では自分の意思でももの筋肉を縮めて足を前に出して歩いているわけではないんです。この反射を利用して無意識の動きで歩いているから疲れないし足がきれいに締まっていきます。つまり足を自分で意識して前に出して歩こうとしている方、これ実はね、太ももの大腿四頭筋っていう太ももの大きな筋肉を使って歩いてますから、かなりね、疲労します。つまり歩くたびにももの筋肉が筋トレ状態。どんどん太ももが太くなってしまいます。これは下げたい。つまり本来歩く時っていうのは後ろに足を蹴り出す。すると見えますか？このお尻の筋肉、大臀筋という大きな筋肉が収縮、縮まって地面を蹴ります。こうすればそれだけでお尻がキュッと引き上がっていきますね。さらに言うと、この後ろに出した瞬間に太ももの筋肉は思いっきり伸ばされてますからストレッチがかかってます。歩くだけでヒップが上がり、ももがストレッチ、細くなります。するとこのももの筋肉はこのゴムのように伸びた分だけ勝手に縮む動きをしてくれます。つまり伸ばされた筋肉が勝手に縮む動きで振り子のように足が勝手に前に出ていくことで人は歩いています。ですから本来足っていうのはそんなに歩いていても疲れないのが理想的。しかし内股の女性とかヒールを履いている女性っていうのは足の幅がすごく狭くなっているので、ももの筋肉すごい使わないと歩けなくなっています。結果的に足は太くなっていきます。これを解消するのに必要なのはこのももの前面のストレッチ。これがまず一つ目。そしてもう一つの足が太くなってしまう要素としてはこの骨盤の傾きです。わかりやすいようにラップの芯を持ってますが、本来人が足を上げた時っていうのはこの骨盤は全く傾きません。これは軸足側の内もも、内転筋やお尻の筋肉、中殿筋がうまく働いていれば骨盤は傾けないですが、これが弱くなってくるとどうなるかというと、こうやって骨盤がね、傾いてきます。わかりますか？もしくは骨盤はまっすぐを保てていても横に骨盤がすごくスライドしてしまう。ここに壁があったとしたらこの壁にぶつかってしまって足が上げないっていう方はかなり内ももお尻の筋肉が弱くなったりバランスが崩れてきています。歩いている時のフォームとしてはご高齢のおじいちゃんおばあちゃんとか結構ね滑腹のいい男性とか見てもらうと分かりますが、結構ねこうやって横に揺れるように歩いている方っていらっしゃらないですか？頭がね左右に揺れてしまう方というのはこの内ももお尻のバランスが崩れてしまって歩くたびに左右に体が揺れて太ももがどんどん外側に湾曲したりすねまで張り出してしまいます。これらを全て解消するために今日やっていくのはももの前のストレッチ、そして内ももお尻のエクササイズ、そしてこれをやって正しい歩き方を身につけていきましょう。ではやってみたいと思います。はい、それではいきます。足を一歩大きく前に出して踏み込んでいきます。この時に伸ばしていくのがももの前の筋肉です。この太ももの筋肉見えますか？ここ伸びている感覚だったらバッチリです。ぎゅーっと前に重心をかけて
ただこの時にね、ももの前固まってる人は腰が反ってきます。するとももの前の筋肉縮んだままになってますから、しっかりと骨盤を起こす。お腹とお尻に力を入れて骨盤を垂直にしていきましょう。するとももの前の伸びが強くなっていきます。これ膝が痛い人はタオルとか引いといてくださいね。言うの忘れてました。このままじわっと前へ。しっかりともも前が伸びる伸びる伸びる。はい、いいです。では今度反対側行きましょう。入れ替えます。逆足を一歩前。わかりやすいように一度前向きますよ。はい、このままじわーっと前に。足は腰幅保ててますね。さらにこの骨盤の高さ、多くの方は出した足がキュッと骨盤上がってきます。できるだけまっすぐ平行のまま出すともっと伸びが強くなっていきます。人によっては内ももやお尻、こういったところに力が入りますが、それも正解です。普段使ってない筋肉をしっかり使っていきます。止まってるのがね、しんどい時はゆっくり前と後ろ、目いっぱい息を吐いて吸って吐いて吸って伸びてる感じはありますか？もう1セットいきますからね。よし。はいです。入れ替えましょう。で、しんどい方はこのまま膝ついたままでも大丈夫。いけそうな方はこの膝を浮かしていきます。ここがちぎれそうなぐらい伸びます。痛い感覚、これね、筋肉が喜んでます。伸びをしっかりと感じて、しっかりこのかかと、後ろのかかとを遠く遠く押し出すように。でも恥骨を前に押し出すようにして引っ張り合います。しんどくなったら膝ついてぐーっと前。これでも大丈夫。で、まだいけそうな方は、おまけです。できそうな人はこうやってね、足引っ張るともろにももの前が伸びてきます。これで太ももの前ちぎれそうになるんで無理しないように。あと膝も痛いと思いますからクッション引いといてください。できるやつを選んでやっていきます。はい、いいです。入れ替えましょう。もちろん膝ついたままでもいいし、いけそうやったらよいしょ。はい、少し膝を持ち上げて前後に前後ろ前後ろ。ももの前が伸びてますか？ひたすらももに力入ってしんどすぎるっていう時は膝をついてもらっても大丈夫やし、これでまだいけそうな人は逆に膝を曲げてもらってちょっぴり強度アップチャレンジしてもらってもいいです。できたらね、苦手なやつを少しずつできるようにしていきましょう。すぐできなくても大丈夫。1週間2週間ぐらいね、続けていく中で少しずつできていきます。はい、お腹は薄く、骨盤をまっすぐ垂直に。あとは呼吸を忘れないで長く吸ってゆっくり吐く。はいです。あとは内ももとお尻。はい、このように足の上、足をブロックなどに置いて下の足を持ち上げて下げる、上げて下げる。これだけでかなり内もも、地面側の内ももですね、使っている感じがあると思います。呼吸は止めずに吐いて吸って吐いて吸って。このブロックはね、何でもいいです。クッションでも枕でもいいですし、安定して膝の位置を固定できたらバッチリです。伸ばした足は遠くへ引っ張る。そして少し体の後ろで足を上げ下げすると、最初に言いました歩くときは足を後ろへ伸ばした状態、そんなイメージをしながら内ももも鍛えていきます。いやー、結構内ももしんどいですよ。はいです。入れ替えましょう。今度は反対側。はい、膝を置いたら下の足、地面側の足を上げて下げて上げて下げて、目いっぱい呼吸しましょう。
今はね、1セットだけにしてますが、余裕がある方は2セットから3セットぐらいしてもらってもいいです。一つのエクササイズ。できる範囲、自分のペースに合わせてやっていきましょう。そしてこの下の足は体の少し後ろに引いて、そこで上げ下げ。結構ね、しんどいと思います。体の後ろに引いた方が辛いっていう方は普段弱っている証拠です。苦手な角度を探しましょう。しんどいところの方が筋肉はね、嬉しいですよ。使ってる感じがするはずです。もう一息。はい、いいです。では今度は上の足を持ち上げて、お尻中殿筋と言います。股関節の外側の筋肉を鍛えていきます。この時に最初に言いました骨盤が傾く方は、今で言ったらこの地面側のお腹、ここがね、地面にべちゃーっとくっつきます。ここをできたら浮かしたまま、マウスハウスと言いますが、ネズミが通るぐらいの穴を保っておきます。そしたら足の上げ下げをしても、ちゃんとお尻、ここに効いていきます。これがお腹の脇腹にスペースが潰れちゃう方は、お腹を潰して足の上げ下げをするので、お尻があんまり使えません。必ず、よいしょ、ここ。画鋲があると思って、おへその下に。地面と脇腹に画鋲があっても刺さらない。いやー、きつい。お尻がしんどくて正解。はい、で変えましょう。反対側。最後です。もう一息だけ頑張りましょう。ほっ、ほっ。地面側の足はね、ちょっと曲げてもらってもいいし、バランス取りやすいように。そして、ここ触ったら地面とお腹に隙間ありますか？ない方はこの骨盤を遠くに引っ張るイメージで、ここお腹に力入れたまま上げ下げします。あとね、ヒール履いたり内股気味の女性っていうのは、お皿が内側向いてます。少し外向きにしながら上げ下げをすると、思い切りこのお尻の外側、エクモのあたりに効いてきます。いやー、しんどくなってきます。これもね、ちょっと体の後ろで上げ下げすると、また違うとこに力が入るはずです。しんどいとこ、苦手なとこほど頑張って。はい、OK。はい、お疲れ様でした。結構しんどかったと思います。特に内ももとかお尻、こういうところがだるくなってます。今使ったところを意識して、普段歩くときは、後ろの足をしっかり伸ばす。地面を蹴る。この時にお尻にちょっぴり力が入る。そしてももの前が伸ばされてストレッチ。そんなイメージ、自分の意識しやすいところ1個だけでいいです。僕の場合は太ももの前が伸ばされてるっていうイメージをして普段歩いています。そして足の幅はだいたい拳1個の幅。つま先が拳1個幅で出続けます。起きやすいエラーとしては足の幅が広すぎたりとか、逆に女性の場合は一本の線上を歩くようにこうクロスするような歩き方になってしまわない。これだけね、意識をしてください。大きな歩幅と後ろに足を出すイメージ。そして足の幅は拳1個幅を保って歩く。この2点だけ意識をして普段歩いてもらうと、きっと足のラインは変わってきます。最初は慣れないかもしれませんが、ちょっとずつ必ずできてきます。ぜひ一緒に頑張りましょう。この動画のご感想はコメント欄の方にお願いします。そして高評価とチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。